こんにちは。Xbox 専門 VTuber のたくみ椎名です。今回はいよいよ10月16日に発売となる ROG Xbox エイライについて、こんな人には合うよ、こんな人には合わないかもって感じで、購入にあたって気をつけてほしい点を中心にお話ししていきます。私は今回発売に先立って TGS の会場で本製品を利用してゲームを遊ぶことができたので、実際に使ってみた感想なども交えてお話ししていきますね。最初に実際に ROG Xbox エイライの実機を触ってきての素直な感想をお伝えしていきます。まず重さについて、本体重量は Xbox エイライ、白い方の重さは 670g、そして Xbox エイライ X、黒い方の重さは 715g です。ちなみにスイッチ2の重さは 530g ほど。TGS の会場では Xbox エイライ X の方の実機を触ってゲームプレイをしてきたのですが、あくまで私の感想でお話しすると、正直軽いとは感じませんでした。FF7 リメイクをだいたい15分ぐらいかな遊ばせてもらったのですが、ちょっと体勢を変えたり、机に手の甲を置いた状態で遊ばないと疲れてくるかなという感覚はありました。ただ、グリップ部分はよくできていて握りやすかったですし、動作性も良好だとは感じました。次にゲームの動作について、先ほど FF7 リメイクを遊んできたとお話ししましたが、こちらは Xbox エイライ X でおおむね滑らかに快適に楽しむことができました。本体の熱とかファンの音とかも確認してきたのですが、このあたりは本当に優秀で、熱くないしファンの音も気になりませんでした。本当にごく一部、爆発シーンなど派手なエフェクトが入るシーンとかでちょっとカクついたりしたかなって一瞬感じましたが、ほぼ気になることはなかったです。その他にも国津紙とかシルクソングとかいろいろと触ってみましたが、大きな問題はなく遊べたという印象ですし、動作性も良かったと感じています。ただ一つだけ会場で触らせていただいた Xbox エイライ X 本体の方で新三国無双オリジンズだけはなぜかかなりカクついていました。タイトルとの相性があるのか設定の問題なのかちょっと明確にはわかりませんが、明らかに無双オリジンズは一目で安定していないなぁと感じてしまいました。やっぱり本機は PC だと考えると、タイトルによって設定によってどのタイトルがどれだけ快適に遊べるのかってところは変化するのは仕方がないと思いますし、注意が必要なのかなとも感じますね。次にそもそも製品の使用の面で気をつけてほしい点をお話ししていきます。まず改めてご説明しておきたいのは Xbox という名称がついているものの、本製品はあくまで Windows 11を搭載したポータブルゲーミング PC であるということ。根本的にはモニターのついた携帯することができる PC なので、プレイできるゲームソフトについても PC ソフトだと考えていただけるといいかと思います。なので Steam や Epic Games などのソフトはもちろん遊ぶことができますし、ゲームパスに加入している方なら PC ゲームパスのタイトルも遊ぶことができます。さらにこれらのタイトルはすべて Xbox エイライ本体にインストールしてプレイすることが可能です。なのでネット回線の不安定な場所や、そもそもネットのつながっていない場所でもオフラインでゲームを楽しむことができるというのが特徴であり魅力です。もちろんネットのつながっている場所でならオンライン対戦や協力プレイなどを楽しむこともできます。とは言っても ROG Xbox エイライは決して Xbox コンソール向けにリリースされているゲームソフトすべてを遊べる製品というわけではありません。本製品 ROG Xbox エイライで遊べる Xbox タイトルは Xbox Play Anywhere に対応したソフトのみです。Xbox Play Anywhere って何なのと思われる方もいるかと思いますが、こちらは対応のソフトを購入すれば Xbox と Windows PC の両方で同じゲームを自由にプレイできるサービスの名称です。そして Xbox エイライでは Xbox Play Anywhere に対応したソフトは Xbox タイトルとして動くというわけではなく PC タイトルとして動作します。もちろん Xbox シリーズ X や1本体を所有している方でしたらリモートプレイが可能ですし、ゲームパスに加入している方でしたらクラウドゲーミングも楽しめます。
ただ本当にわかりやすくお伝えすると、Xbox 以来は Xbox として利用するというよりは PC として利用するって認識の方がいいと思います。次に Xbox Play Anywhere 対応タイトルについてのお話。先ほどお伝えしたように ROG Xbox 以来で遊べる Xbox タイトルは Xbox Play Anywhere に対応したソフトのみです。そして肝心なその遊べるタイトルの数についてですが、Xbox 以来本体の発表以降は明らかに確実に対応タイトルはかなりの勢いで増えてきています。が、まだまだ対応タイトルが少ないというのも事実だと私は思います。また、スクエア・エニックスのタイトルで言えば、FF16 や7リメイク、ロマサガ2、ドラクエ 1&2 に3、そして7のリメイクなど、多くのタイトルが対応している一方で、なぜか FFT は未対応など、本当にメーカーによって、タイトルによって、このソフトは対応している、このソフトは対応していないが異なっていて、購入前だとストアなどで見ないとその情報が分かりづらいという状態になっています。FFT はまさに手元で遊ぶのには最適なタイトルだと思いますし、どうした対応しているのかしていないのかという情報をタイトルごとにユーザー側が調べなければいけないというのは不便であるとも言えます。さらに言えば、新たに〇〇というタイトルが Xbox Play Anywhere に対応しましたよという公式情報は、たまに X の方でポストをしてくれているメーカーさんもありますが、それも自身で調べたり確認したりしないと見逃してしまうような情報になってしまっているとも思います。一応公式ストアでは全ての Xbox Play Anywhere 対応タイトルのリストは存在しますが、見やすい、探しやすいとは言えない作りです。Steam や Epic Games などのタイトルについては、スペックの問題で快適に動くか動かないかはもちろんありますが、特にこのタイトルは遊べるけど、このタイトルは遊べませんっていうのはありませんので、Xbox タイトルに関してだけは、Xbox Play Anywhere に対応したタイトルのみ遊べますという点は、大いに注意しなければならないと思います。そして金額について、ROG Xbox 以来、白い方は 89,800 円。ROG Xbox 以来 X、黒い方は 139,800 円で販売となることが決定しています。この価格は全モデルと同額でもあるので、よりスペックが向上しているのにもかかわらず、全モデルと同額での販売となるっていうのは、本当にめちゃくちゃ頑張ってくれていると思います。しかし、スペックを考えると安いと言えますが、それでもやはり14万円という価格は凄まじく高額であるのも絶対的な事実です。また、各種周辺機器の販売も決定していますが、ROG 公式から発売される専用のハードケースは定価 7,980 円。モニターへの接続やデータ転送などを行える専用の充電ドックは定価 23,980 円など、別売りのアクセサリー系もかなり高額での販売となっています。ただ、このあたりはサードパーティーからも複数の安価なアクセサリーが発売されるようなので、安く抑えたいって方はそちらでもいいのかなと思いますね。こちらの充電ドックだと ROG Xbox エラーへの対応が記載されていて Amazon で 4,000 円くらいになっています。最後に総括です。本当に今製品に関しては合う人、合わない人がはっきりと分かれるような感じかなという印象で、例えばもともとこういった UMPC デバイスが欲しかったっていう人や Xbox でも遊ぶけど Steam でもいっぱいゲーム遊ぶよって方とか、これから Steam でも遊びたいって方、あとはやっぱり本体にインストールしていつでもどこでも持ち運んで遊べるってところが最大の魅力なので、通勤時間とかにゲームを快適に遊びたい方、例えばフィル・スペーサーさんは飛行機での移動中に Xbox 以来でシルクソング遊ぶんだってお話ししていましたけど、まさしくそんな感じの遊び方を考えている方にとってはたまらない製品なんじゃないかなと思います。それに対して今現在 Xbox シリーズ X や S はもちろん PC とかスマホとかタブレットで遊ぶクラウドゲーミングとか、今自分自身が遊んでいるゲーム環境で 100% 満足しているって方にとっては、本製品はもしかしたらそこまで合わないんじゃないかなとも思います。
もちろんあればすごく便利だと思います。いろんな場面で寝転がりながらとか、車の中で、電車の中でとか、場所を選ばずゲームを楽しめるようになりますもんね。ただ、Xbox ってクラウドゲーミングっていう強力なサービスがあるのも事実で、もし今、コンソール機およびクラウドなどでゲームライフを満喫されている方にとっては、エイライって使う場面は限られちゃうのかなとも思ってしまいます。なので、今のゲーム環境で満足している方、明確な使い方が決まっていない方の場合は、ちょっと様子見をした方がいいのかも。逆に今製品 Xbox エイライを利用して通勤時間にゲームを遊ぶとか、布団の中でクラウドよりも快適にゲームを遊ぶぞとか、あとはご家族で Xbox 本体と Xbox エイライトで協力プレイとか対戦プレイを楽しむとかね。私は Xbox エイライをご利用するんだ。このゲームを遊ぶんだっていう目的が決まっている方は間違いなく合うので購入されていいと思います。現在の Xbox エイライへの私の素直な感想はこんな感じです。そして今後、私の方では ROG 様から Xbox エイライ本体をお借りし、レビューを行わせていただく予定があるので、また改めて後日、実機をしっかりと触った上でのレビューを作りたいと考えています。なので、Xbox エイライ気になるな、どうなんだろうなって思っている方は、ぜひ後日アップするレビュー動画もご視聴していただけると嬉しいです。ということで今回は ROG Xbox エイライについて購入にあたって気をつけてほしい点を中心にお話ししました。私のチャンネルでは今後も Xbox の最新情報や製品紹介、レビューを行っていきます。よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。X の方でも情報発信しているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。